こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのパブコーンぎっしりのミニバッグの編み方をご紹介したいと思います。もうとにかく全面パブコーンにしました。で、なんかこういう春にね、こういう感じの格好したいなーって思ってて、なんかアクセントになるバッグをちょっと持ちたいなと思って作りました。結構ほんとちっちゃくて、お財布とちょっとリップと、スマホは入るかなぐらいのちっちゃめのサイズです。こういう感じ。で、バッグの底四角く編んで、周りを拾って、輪の筒状にして、ハンドルつけて、ここ内側閉じるという工程のバッグです。で、結構ちっちゃくって、ここがそんなに深さがなかったので、こんな感じで、マグネットホックをつけてます。これで中身が落ちる心配もなく、しかもね、結構ぎっしりなので、なんていうか中身が落ちる心配もありません。こんな感じでちょこっと持ってお出かけできると春可愛いかななんて思ったりしてます。糸はキーティのコードを使って編みました。これはオリーブです。結構ね、どの色も、このオリーブは単色でできている糸なんですけど、落ち葉とかライラックとか、あとカシスボルドーとか、色が混ざって、一本の糸にその同系色の色混ぜてたりするので、そういう色で作っても、なんていうかフラットにならずに、すごく可愛くアクセサリー感覚のバッグができると思います。お好きな色でぜひ編んでいただけたらと思います。しかもね、これ結構ね、全段全部パブコーンしたので、結構容量使ってます。とはいえ別にちっちゃいんですごい重たいとかは全くないんですけど、結構容量使いました。糸の量などは概要欄を見ていただけたら嬉しいです。はい。って感じですかね。これを持ってお出かけしたいと思います。はい。それではですね、編み始める前に概要欄に糸の詳細、道具何使った、あとオンラインストアでキットも一応コード全色で販売するのでそちらもご覧いただけたらと思います。あと SNS の URL などなど記載しているので見ていただけたら嬉しいです。それでは早速編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティのオリジナル糸コード。コードシリーズの中でもちょっと太めの、アイブトタイプの糸です。使用する針はこちら5号針で、こちらカラーはオリーブというカラーになっております。まずはバッグの底から編んでいきます。バッグの底は四角く平編みで表裏と編んで、バッグの底面はこの底周りをぐるっと拾って筒状に編んでいくという形になります。まずは鎖編みで作り目29目。まずは作り目編んでいきます。鎖編み。ここから編んでいきます。鎖編み1目、2目、3目、4目、5目、6目と全部で29目編んでいきます。29目編めました。それではですね、こちらの模様は4目2段で1模様となっております。この鎖編み長編み5目のパブコーン、鎖編み長編み1、2、3、4目がちょっと交互に模様が入っていくような形です。なのでこの4目と2段で1つの模様で、これを上下左右繰り返していきます。バッグの底は全部で9段ですね。でそれ以降はぐるっと周りを拾いつつ編んでいきます。で1段目立ち上がり鎖3目もう1目編んだら、作り目の29、28、27目目、鎖1本と裏山拾ってパブコーン編みます。で鎖1目飛ばして長編み、これを繰り返します。それでは1段目編んでいきます。1、2、3、4目編みます。でそこから針に1回糸をかけて、作り目の27目目29、27目目に長編みを編む。で同じ目に今回長編み5目のパブコーンなので、同じ目に長編みを5目編みます。
針を一旦外します。そして1目目の長編みに針をこんな風に入れます。そしてこの先ほど外した輪っかに針を戻す。そしてこの輪っかをこの1目目の長編みの頭に引き抜きます。そして鎖編みを1目。これで長編み5目のパブコンが編めました。そして鎖1目編んだら1目飛ばして次の目に長編みを編みます。これで一つの模様が編めました。で、鎖1目編んで1目飛ばして次の目に長編みをまた5目編んでいきます。こんな感じで針を外して1目目に針を入れて針を戻して引き抜く。鎖1目も1目編んだら1目飛ばして次の目に長編み。はい、こんな風にして編んでいきます。かなり立体的なパブコンが編めます。1段目が編み終わりました。次2段目編んでいきます。2段目は裏から編んでいきます。裏から編む時のちょっと針の出し入れの仕方が異なるので、そこまた後ほど説明します。鎖編み3、4目編んだら前段のパブコーンの最後長編みを編んで引き抜いた後に鎖を編んでこのパブコーンの頭を引き締めるんですが、そこに針を入れて長編み、鎖1目でこの長編みの頭に針を入れてパブコーン、鎖1目長編み、これを繰り返していきます。それでは2段目編みます。立ち上がり鎖3目もう1目で、先ほど言ったパブコーンの頭の鎖、ここです。このパブコーン、ここでこの鎖でパブコーンの頭になっているので、この鎖に裏から見て針を入れて長編みを編みます。で、鎖1目で、次はこの前段のこの長編み、ここにパブコーンを編んでいきます。まずは長編み5目編む。ここまでは一緒。はい。そしたらですね、パブコーン編むときこっちから入れてこう止めたと思うんですけど、パブコーン向こう側に、今裏を見てるのでこっち側にパブコーンをポコッと出したいんですね。なんで針を向こう側から入れて鎖に戻します。で、かけて引き抜いて鎖編みでもう1目で長編みを前段のパブコーンの鎖に編む。こうすると表にポコッとパブコーンが出てくるという仕組みになっております。ちょっとね、一工夫というかワンテクニックですね。これを知ってれば表裏のパブコーンもへっちゃらです。針を入れて引き抜いて鎖。はい、こんな感じでですね、バッグの底を編んでいこうと思います。基本的な編め方もあとはもう同じですね。この1、2段目をこう繰り返して編んでいきます。全部で9段編みます。こんな感じで9段目まで編み終わりました。それでは9段目以降ですね。9段目以降はこのバッグの底、9段目までが底になるんですが、この底をぐるっと囲いながら、模様を編んでいきます。それでは10段目編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら長編みを4目ここに編みます。で、ここ鎖3目の3目目に針を戻して鎖を編んでパブコンを閉じることで
この立ち上がりのところもですね、パブコンが編めるということになっております。で、その後は、この図案を見ながら、1、2、3、4、5、6、7個パブコンを編み入れるようにします。で、この底が閉じてるところは、この間になんとなく編んでいくイメージ。で、この底がこう開いているパブコンは、この鎖だったりを側で作って編んでいくというイメージになっております。編み方はバッグの底と同じです。それでは編んでいきます。ちょっと図案を見ながら編んでいこうと思います。1、2、3目立ち上がって、この長編みのここ針を入れて、長編みを残り4目編んでいきます。そしたらですね、この立ち上がり鎖3目の3目目と、この3目目に針入れて輪っかに針戻して、ここで引き抜きます。で、鎖1目。で、全部編んできたら、この鎖1目に針を入れて引き抜きます。ちょっとこの鎖1目を見失わないように印をつけておきます。で、ここからは図案通り鎖1目編んだら、まずはこの長編みの足拾って、長編みで鎖1目編んだら、次はここの鎖3目を側ですくって長編みを5目。で、針戻して輪っかに戻して鎖編みで鎖1目。そうしたら次はここですね。この長編みのここら辺に針を入れて長編み。こんな感じで側面を拾っていきます。鎖1目。次はここに針を入れようと思います。図案で言うとここですね。とにかく均等に、パブコンを斜め側面に編みたいという感じです。で、次は鎖編みを拾って長編み。鎖1目。次ここですね。という感じで、ちょっと図案通りに編んでいきたいと思います。ここの長編みまで編めました。そうしたら、ここですね。ここはこの作り目の1目目に編んでいきます。はい。そして、今度ここ、模様がここと交互に入っていくので、このパブコンを編み入れた、この作り目、鎖1本余ってるところに長編みを編みます。ここです。ここに針を入れて長編み。で、鎖1目。で、次は、この長編みが編み入れられてる作り目の1本を拾って、パブコン。針戻して輪っかに入れて鎖編みで、またパブコンのところに針を入れて長編みとこんな風に拾っていきます。ここはこんな感じ。このパブコンは1段目の長編みが入ってるとこ
長編みは1段目のパブコンが編まれたところに編んでいきます。ここまで編めました。そしたらこの角のパブコンは作り目の29目めに編みます。ちょっと分かりやすいようにリングをつけました。ここですね。ここの鎖を割って、ここはパブコンを編んでいきます。で、パブコンを編むと。で、鎖1目。で、また、左側、バッグの側面の左側で編んだように、図案通りにパブコンと鎖、長編みという風に模様編みを編んでいってください。どこに入れるか見失いそうな時はパブコン編むところにリングをつけたりするとなんかずれちゃったとかがないかなと思います。そしたらここの角のパブコンはこの立ち上がり鎖3目の3目目に、編んでいきます。ここですね。ここに編んでいく。で、また、この上側ですね。バッグのこの図案でいう底のこの上側はこの柄に前段の柄に従って編んでいって、最後鎖1目を編んだらパブコンの頭の鎖、ここに引き抜き編みをして段を終わらせます。最後鎖1目まで編んだらこの1目目のパブコンの頭の鎖に針を入れて引き抜きます。はい、これで10段目が編めました。で、11段目以降も本当に図案通り、この模様通り側面を編んでいきます。で、バッグの底の部分は表裏で編んだので、裏から編むパブコンがあったのですが、ここから先はもう輪で編んでいくので、表しかないので、ここから先のパブコンはすべて表を見て、もう表から編むパブコンで編んでいってください。こんな感じで全部で19段目まで編み終わりました。底の部分が9段、そこから19段目まで編んでいます。ここからハンドルを作っていきます。それではですね、最後にこのハンドルを編んでいきます。基本的に編み方は表裏と編んでいくので、このバッグの底と同じ編み方、ちょっと端っこがねパブコンを出したいので、ここの編み方後ほど説明します。ここと基本同じなんですが説明を、していきます。で、ハンドルのこの幅はこのバッグの底の側面と同じ幅になっています。で、最後にこのハンドルを全部で17段編んだら糸を残しておいて、その糸でこっち側ですね、こちら側にくるくるっと剥ぎ合わせていきます。この星と星を合わせてこのハンドルの取っ手がつくような形になっております。それではハンドルを編んでいきます。まずは立ち上がりを鎖編み3目編みます。そしたら今ここに長編みを4目、そして糸を引き抜いて立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて輪に針を戻して引き抜く。そして鎖1目パブコン閉じる。で、鎖1目を編んだら次のパブコンの頭に長編み
鎖1目で、次の長編みにバブコン、長編み5目のバブコン。針を戻して引き抜く。で、鎖1目と、このようにして編んでいきます。ハンドル1段目編み終わりました。端から端でバブコンが1、2、3、4、5、6、7個あります。こんな感じで次の段も編みます。で、2段目は立ち上がり鎖3目、もう1目、全部で4目ですね。くるっと返して、今度裏を見ながら編んでいきます。ここ、裏側。もうバッグの底ともう同じです、ここからは。まず長編みを編む。で、鎖1目編む。違いますね。次が長編み5目のバブコン。ここで長編みを、前段の長編み5目編みます。こんな感じ。で、1目目に針を、通常は手前から入れて向こうに出しては動けるんですが、今裏を見てるので、向こうから入れて、輪っか戻して、向こう側に玉が出るようにする。そこと同じでございます。これで、全部で17段ハンドルを編んでいきます。全部で17段編み終わりました。で、最後糸を引き抜くと。で、この糸で縫い付けていきます。そしたらこんな感じで反対側に印をつけました。こんな風についていきます。で、中表にして剥ぎ合わせていこうと思います。指定の位置に合わせて、一目ずつ丁寧に拾っていきます。鎖の部分は鎖1本、長編みの部分は、内側1本、バブコンも内側1本。基本的には内側の目を拾いつつ、くるくるとかがっていきます。こんな感じで合わさっていきます。こんな感じ、閉じ終わりました。そしたら糸端はくるくるしまっていきます。それではハンドルの内側を止めて、こういう丸いハンドルにしていこうと思います。平らなハンドルとして使ってもいいかと思うんですが、ちょっと丸くしちゃおうと思います。だいたいこの17段のうちのこのくらい、パブコンの段でいうと1、2、3、4、5段分ぐらいを閉じます。ちょっとポコポコしてるんですが、こんな感じで。この内側っぽいところを閉じていきます。
ハンドルの内側も閉じ終わりました。こんな感じのコンパクトなバッグ型になります。それではこのマグネットホックをつけていきます。こんな感じですね。押すとメスがあるので、これを縫い付けていきます。糸はこの毛糸を使っていきます。ちょっと太いので、これを半分ぐらいかなに割って、こんな感じ。なんか刺繍糸みたいな感じで割って、これでこの糸で縫い付けていこうと思います。そうしたらですね、ちょうどここの間に7個パブコンがあるんですね。それの真ん中の裏側につけていきます。こんな感じ。ちょっとね、お花っぽい感じになってるので、これをこう十字にするようにすると、ちょうどこのパブコーンの裏だったり、それぞれの目の間というんですかね、に隠れられるので、こんな感じでつけていきます。で、こちら側と反対側のパブコーンの裏にも、こうやって両方つけていきます。できました。こんな感じ。かなりコンパクトですが、アクセサリー感覚のバッグとして持ちたいと思います。なんかちょっとチェーンとかつけても可愛いですね。つけます。ネームはこの内側につけようと思います。マグネットの下側あたりです。重さです。マグネットホックついて 83g。結構ギリギリだったので、ちょっと糸は節約しながら編んでいっていただけたらと思います。サイズです。横幅が20センチ。で、高さが 9.5 ですね。で、バッグの底が 9.5。で、ハンドルが18.5 センチで仕上がってます。いかがだったでしょうか？ポッコポコのミニバッグ。ぜひぜひ編んでみてください。ほんとね、アクセサリー感覚でちょっと持つのにすごく可愛いです。まあ必要最低限なものは入るんで、これプラスサブバッグ持ったりとかしてもいいかもしれないです。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。